あなたは幼い子供に対してしまったことが重い障害として残る可能性を認識していますか？ 2025 年8月14日、アメリカルイジアナ州ニューオーリンズ、早朝5時20分、まだ薄暗い時間帯にもかかわらず通りを歩いている一人の少年がいました。少年の名はブライアン・バスケス君。異様だったのは、彼がおむつ以外何も身につけていないほぼ裸の状態だということ。重度の発達障害を負っていた彼は言葉を全く理解できないなど、認知機能に大きな問題を抱えていたのです。第三者の付き添いなしで外出することなど当然なく、ブライアン君が一人で外をうろついているのは非常に危険な状況でした。案の定、この日から彼は約2週間行方不明となってしまうのです。そして2週間後、ブライアン君は自宅から200メートルの位置にある沼の中で発見されました。その体を真っ二つに引き裂かれた状態で、薄暗い街を徘徊した挙句、沼地に迷い込み悲惨な死を遂げた少年。事件の背後に潜んでいた闇深い家庭事情とは？彼が抱えていた障害は母親による悪魔の所業の結果だったんです。おざす、テレオスクスですやみやみこです。テレオンスクス。テレオンスクスっていうわけで、皆さん知ってます？ネットフリックスの暴君のシェフっていうね、ドラマがあるんですけど、簡単に言うとね、現代のめちゃくちゃ美人な三つ星も持ってるのかわかんないけど、シェフが昔のね、朝鮮の時代にタイムスリップして、そこの暴君のシェフを務めるっていうね。で、そのシェフのトップがテレオンスクスって言うんですけど、面白いんですよ、これが。なんか私言った気がする、一回。あ、一回言った？わかんないけど忘れた。リピート。その時代にない料理を、マカロンとかないわけじゃないですか、朝鮮時代。なのになんかマカロン作ったりとか、でそれを食べた時のリアクションの動画の演出がめっちゃ好きなんですよ。面白いわね、あれね。あれおもろいよね。なんか直撃の相馬ってさ、見た？あんた見てない。なんか直撃の相馬とかはジャンプでアニメにもなったけど、そのおはだけって言って、もう美味しすぎるとすっごいおっさんがいるんだけど、そのおっさんが脱いじゃうみたいな演出とかあったり、そういう、あと元をたどれば焼きたてジャパンなのよ、これって。あ、そうなんだ。焼きたてジャパン見てなかった？焼きたてジャパン小学校の時見てたけど覚えてない。なんか手が熱いやつでしょ。そうそうそう、太陽の手ね。で、焼きたてジャパンのパン食った時のリアクションがマジでやばいのよ。あ、そうなんだ。そう。じゃあやってみて。いや違う、やってみてじゃなくて、例えばすっごい理解不能なんだけど、メロンパン食べて亀の UFO になっちゃう。食べた人が焼きたてジャパンだと。今回ご紹介するのは、アメリカ・ルイジアナ州で12歳の少年が悲惨な死を遂げてしまった事件について。少年は裸で街を徘徊した挙句、沼の中から遺体となって発見されたんです。何それ、全然精神がまともじゃなくない？なんか錯乱しちゃってるように見えるけどさ、不注意で沼にそのまま入っちゃったのかしらね。裸で外に飛び出したのは、少年が抱えていた重大な障害が原因だったんです。この障害はね、身近に子供がいる方にとっては他人事ではないので、子供のね、接し方に気を配るっていう意味でも、ぜひね、教訓にしていただければと思います。事件の日、少年は母親から一切気づかれることなく、自宅から姿を消したんです。空っぽの寝室。2025年8月14日、アメリカルイジアナ州ニューオーリンズ、午前10時頃、とある民家では一人の少女が母親に向かい必死にこう訴えていました。ママ、お兄ちゃんがいなくなっちゃった。お兄ちゃんというのはその家の12歳の長男ブライアン・バスケス君のこと。ブライアン君は重度の発達障害を抱えており、言葉が一切理解できないなど認知機能に大きな問題がある子供。その日、母親のヒルダは深夜3時に彼がキッチンで食べ物を探しているのを見かけたため、睡眠薬を与えた上で寝室へ戻していました。彼女はそこからブライアン君が部屋から出てくるのを見ておらず、てっきりまだ眠っているものかと思っていたのです。しかし妹が訴えていた通り、彼の寝室へ向かうと、その部屋はもぬけの殻。窓が開け放たれていたことから、ブライアン君はそこから家を抜け出したものと考えられました。大変。コミュニケーションや状況理解に難のあるブライアン君が支援なしで外出することは当然なく、一人で外へ出たとすれば非常に危険な状況。母親のヒルダはすぐに警察へ通報しました。自閉症の息子がいなくなってしまったんです。あの子は言葉も話せないのに、すぐに探してください。ちょっとこれ抜け出してからさ、時間経ってるし、早く見つけないとやばいことになるわよ。12歳の少年がね、朝起きたらいなくなったっていうのは、障害があるなしに関わらず、親としてはすごい心配ですよね。そうよ。しかし警察はここで驚きの対応を見せるんです。母親のヒルダが警察に通報したのは、娘にブライアン君がいなくなったと聞かされてすぐの午前10時頃のこと。その後、警察はヒルダの家へやってきましたが、その頃には夜の8時になっていました。
つまり特別な支援が必要な子供が行方不明になっているにもかかわらず、警察が動いたのは通報から10時間も後だったということ。夜8時まで来なかったというのは母ヒルダの証言によるもので、警察の記録では午後3時の派遣となっていましたが、それでも対応は遅いと言わざるを得ませんでした。ブライアン君の行方がつかめないまま数日が経ち、警察のこの対応が報道されると、世間からは多数の非難が寄せられました。警察署長のアンカーク・パトリックは過失を認め、組織の内部調査を要請。一方でブライアン君の捜索が続けられる中、この事件には警察のずさんな対応以上に家庭の闇深い問題が原因となっていたことが明らかになるのです。子供がいなくなったって通報から10時間も何もしないって、そんな警察の意味なくないもん。でもそれより深刻な問題って何なのよ。そこなんですよ。うん。ブライアン君の脱走について母親のヒルダは不慮の事故のように語っていたんですけど、そもそもの原因っていうのはまさにその母親のヒルダ自身にあったんです。母親失格。警察が近隣の防犯カメラを確認すると、事件当日の早朝5時20分から6時30分にかけて、そこには裸で通りをさまようブライアン君の姿が映されていました。この事実から彼は早朝5時頃に自宅を抜け出したと考えられたのです。母ヒルダがそのことに気づいたのは5時間後の午前10時。彼女はその間ブライアン君の寝室を一度も確認していませんでした。母ヒルダはその朝6歳の次男を学校まで送り届けているのですが、ブライアン君と妹については全くノータッチ。実は一家はこの2週間前に引っ越したばかりで、学校側が住所を把握しておらず、スクールバスの迎えがないのを理由に2人に学校を休ませるつもりでいたのです。しかしそうだとしても、深夜3時にブライアン君がキッチンをうろついてるのを見て以降、一度も寝室を確認しないのは母親としてありえない振る舞いでした。なぜならブライアン君はこの失踪事件から2週間以内に2度も裸で自宅を抜け出していたから。1度目は一家がまだ引っ越す以前の8月1日のこと。自宅付近でブライアン君を発見した警察は慌てて彼に駆け寄りました。おい君、何してる？警察が驚いたのはブライアン君が完全に裸だったこともそうですが、彼が排水口の水を一生懸命に飲んでいたため、さらにそのわずか3日後の8月4日にもブライアン君は母親のヒルダが寝ている間に脱走。この時は隣人が見つけて連れ戻しており、警察には通報されていませんでした。このように母ヒルダはブライアン君がかなりの頻度で自宅を抜け出しているにもかかわらず、事件の日寝室を一切確認しに行こうとしていなかったのです。何、息子がたびたび外に出て行っちゃうのに裸で一切寝室確認しに行かないみたいなのもおかしな話よね。普通ならね、心配で目離せないですよね。さらにね、問題は子供のね、監督不行き届きだけではなく、母親のね、ヒルダによって息子のね、障害が引き起こされたんじゃないかとも言われてるんですよ。動画をご覧の皆さんは、母親のヒルダが警察へ通報した際、次のように話していたのを覚えているでしょうか。自閉症の息子がいなくなってしまったんです。あの子は言葉も話せないのに、すぐに探してください。この時彼女は確かに自閉症の息子と口にしました。しかし警察は調査を進めるうち、ブライアン君は本当は自閉症ではなく別の障害ではないかと疑うのです。自閉症は先天的な障害で、生育環境などの後天的な影響によるものではありません。しかし母ヒルダの過去のある行動を踏まえて、ブライアン君の障害に生育環境が無関係だとは思えなかったのです。なぜならブライアン君は生後3ヶ月の頃、母親の暴力によって頭蓋骨の骨折と深刻な脳の損傷を負っているから。この時ブライアン君は他にも足の骨折や網膜の出血、肺の損傷など複数の重傷を負っていました。母ヒルダは事故だと説明し、裁判でも養育上の過失という軽い罪となりましたが、ブライアン君が激しい暴行を受けていた可能性は拭えません。ブライアン君はもともと健康な状態で生まれており、脳の障害はこの怪我の後遺症だと考えられます。母親のヒルダはそうした自身の過失を隠す意図からか、ブライアン君が失踪した後のメディア取材でも自閉症の息子という言葉を繰り返し強調していたのです。いや、もう生後3ヶ月の子供になり頭蓋骨が割れるほどの暴行ってもう母親じゃないわよ、こいつも。子育てする資格もないわよ。軽い刑で済まされたことが不思議で仕方ないですよ。ここまでね、激しい暴行じゃなくても、乳児は扱い方に注意しないとね、脳にね、障害を患う可能性があるんです。
。というわけで本日のメトラキーワード、乳児期の外傷性脳損傷について。生後6ヶ月までの乳児は頭が大きい一方で首の筋肉が未発達な、いわゆる首が座っていない状態にあります。この状態の乳児は自分で頭を支えられないため、ほんの数秒でも激しく揺さぶられると深刻な脳損傷を引き起こすケースがあるのです。ブライアン君のように激しく殴打されれば後遺症が残るのは必然だったと言えるでしょう。乳児期の脳損傷によって障害を負った子供のうち 37% 以上は言語障害が報告されており、ブライアン君もこれに当てはまります。そうした子供は自身の要求を周囲に伝えることが困難なゆえに脱走などの行動に走ることがあるのです。例えば嫌だと感じても伝えられず、その状況から逃げるために家を出て行ってしまったり、欲しいものがあっても伝えられず自分で探しに行ってしまったり、ブライアン君が脱走して排水口の水を飲んでいたのも喉の渇きを保護者に伝えられなかったことが原因だと考えられます。ブライアン君が脳に損傷を負って入院した際、母親のヒルダは養育者として不適格とされ、彼は一時里親に預けられていました。その後ルイジアナ州の児童福祉局はヒルダの元へブライアン君を戻すのですが、以降の彼女の振る舞いも親として問題があると言わざるを得なかったのです。2022年ブライアン君が9歳を迎えた頃には、子供の監督不行き届きで児童福祉局が再びヒルダを調査。彼女は子供だけを家に残して頻繁に外出しており、ブライアン君の下半身や手首にはひっかき傷が。これはつまりブライアン君が体をかきむしっていても放置していたことの表れ。このほかブライアン君は2度にわたりサナダムシの感染が確認されており、母ヒルダは行動面でも衛生面でも一切気を配っていなかったと考えられるのです。また失踪事件の直前には再度福祉局の調査が入り、母ヒルダと末っ子の乳児に違法薬物の陽性反応が出ていました。要するにヒルダは妊娠中にまで違法薬物を摂取していたということ。子供たちに父親はおらず、ヒルダはシングルマザーで4人を育てる身。薬物に走ったのはそのストレスがたたってのことか、元来素行が悪かったためなのか定かではありません。ただ一つ、この時点で彼女の元から子供たちを引き離しておくべきだったということは確かな事実なのです。本当なんで児童福祉局の人たちはさ、子供たちをいち早く保護しなかったのよ。いや、こんな母親のとこ置いといたらね、障害とかもう何も関係なく、いつ間違いが起こってもおかしくないような状況じゃない。いくら家庭の問題でね、行政が入り込みにくかったとしても、違法薬物となれば話は別なんです。気になるのはね、脱走したブライアン君がどうなってしまったかなんです。彼は絶対に足を踏み入れてはいけない場所で発見されたんです。沼地に潜む脅威。ブライアン君が失踪して以降、警察は警察犬やドローンなどを駆使し周辺をくまなく捜索しました。この捜索にはユナイテッド・ケイジャン・ネイビーというボランティア団体も参加。彼らが所持していた特殊なドローンによってブライアン君はついに発見されるのです。2025年8月26日、ブライアン君の失踪から12日後にあたるその日、ユナイテッド・ケイジャン・ネイビーのメンバーは彼の自宅付近の沼地を捜索していた。ドローンに設置された熱感知式のカメラを通し水中探索をしていた捜索メンバー。彼はあるタイミングでいぶかしげに目を細めた。こいつ何か隠し持ってやがるな。濁った水の中でカメラが捉えたのは巨大なワニとそのそばに転がる何かの肉片。捜索メンバーはその肉片からワニの気をそらそうとドローンで誘導。ワニがその場を離れあらわになったそれは確かに人体の一部だった。沼地から回収された人体の一部はブライアン君のもので間違いないと確認されました。さらにルイジアナ州野生生物漁業局が対象のワニを捕獲解剖したところ、その体内からは確かに人間の上半身が出てきたのです。検視の結果、ブライアン君はワニの潜む沼地に近づき引きずり込まれて負傷溺死したと考えられました。いや、まさかワニに食べられてたなんてもう想像もしなかったわよ。でもそのブライアン君にとってみれば沼地が危険なところだなんてね、認識もしてなかっただろうしさ、一人で外に出ちゃった結果こうなっちゃうのはなんていうか予想できたことよね。ワニに食べられるのがね、特殊なケースだとしても、交通事故とか誘拐とかね、家の外にはね、たくさんの危険があるじゃないですか。なのでね、親としても子供がね、危険に近づかないようにどう接するのか、どう教育するのか含めてね、本当にその点が大事だなと考えさせられました。ブライアン君の遺体発見から2週間後の2025年9月7日、母ヒルダは過失致死第2級児童虐待の容疑で逮捕。その後起訴される運
運びとなりました。検察はヒルダの子供に対する振る舞いや違法薬物を摂取していたことを挙げ、地域社会にとって危険人物であるとして保釈を認めないよう要求。彼女にはブライアン君以外にも3人の子供がいますが、もし保釈されたとしても面会は一切認められないとされています。今後母ヒルダにどのような判決が下されるのか、ブライアン君が障害を負った経緯やあまりにも悲惨な最後を遂げたことから裁判には一層の注目が集まっているのです。障害を負っている負っていないにかかわらず、小さな子供は意図せず危険に近づいてしまうことがあります。あなたは身近な子供の行動でヒヤッとした経験がありますか？同じ間違いを起こさないために私たちにはどのような心がけが必要でしょうか？もし全く面識のない人からいきなり襲われたら、あなたはどうしますか？2025年8月22日、アメリカノースカロライナ州シャーロット、ある女性が電車に乗り込み、空いている座席に座ってスマートフォンを操作する様子が監視映像に映っています。後ろの席にはパーカーを着た黒人男性。ここまではありふれた日常の光景でした。しかしこの後、男性が立ち上がり、女性の首に思い切りナイフを突き立てます。女性はこの攻撃により間もなく絶命。男性は電車を降りた直後に警察に取り押さえられました。一見男女カップルのトラブルかと思われたこの事件、捜査が始まってすぐに衝撃的な事実が判明します。実はこの2人は偶然その場に居合わせただけの赤の他人だったのです。たまたま乗った電車でいきなり女性を刺し殺した男。彼はなぜ初対面の知らない女性を攻撃したのか。男の心を蝕んでいたのは誰にも理解できないある物体だったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。